よっ。まあ、2023年もね、一応薪をもらいに来ることができました。さあ、今回9時からだと思ったんですが、8時からね、もう8時に来たんですが、もうすぐに詰めたので、もう一回ね、行けんじゃないかなと思います。急いで帰って、もう一回ね、来ようかなと思います。おーっとはい。はい、こんにちは。ちょうどね、古道具の仕入れをしてきたんですが、今日はですね、その古道具をこれから洗おうかなと思ってるんですが、ちょっとその前にですね、薪ストーブ3月の8日ですかね、今シーズンは3月の8日ぐらいから薪ストーブを使ったり使わなかったりとかなってきたので、薪ストーブのですね、まとめをしようかなと思います。結果発表って感じですかね。ちょっと行ってみますかね。どっから話しますかね。薪ストーブを使ってる間にですね、次のシーズン用の薪を一生懸命集めてきたんですけども、例えばこの辺ですね、この 3つの山、これはね、ハリエンジュ、ニセアカシアっていう広葉樹なんですけども、こういう丸太の配布会が、2回ですね、2回行ってきて、で、1回目は2回行けたんですけども、2回目はね、1回しか行けてないので、都合3回ですね。3回、軽トラ3倍分で、この3つの山ですね。で、それっていうのは実はですね、すごい少ないんですよね。とても2023年から2024年の薪ストーブには足りないと思うので、その他にもですね、家の近くで栗林を切ったんですよね。そこに2回行って、で、あとはこの自分の自宅でもね、何本かちょっと、広葉樹を切っていて、
やっぱり赤松を切ったことでね、日差しが変わるんですよね。で、すごいこう、広葉樹が成長しちゃって、危ないなっていうのが何本か出てきたので、ちょっとね、自分で、切りましたね。で、そういったものをちょっと見ていきたいと思います。で、はい、ここ。まずここですね。ここに並んでるのはまさにうちの、薪で、この、昔ここに立っていた一本、もう屋根がちょっとね、今、ぶつかっちゃって、ちょっと見ます？はい、あまりにもですね、成長著しくて、まあ、赤松があった時はここぐらいだったんですが、赤松を切ってからの1年ぐらいで一気にですね、すごい成長したんですよね。それに伴って、この上の、この屋根を見てください。一箇所、切込みを入れたところはあったんですが、その横もね、全部使ってると思うんですよね。どんどん大きくなっていって、なんかもう破壊されそうだと思ったんでね、非常に悩んだんですが、安便できないんで、切ることにしました。うん。やっぱ赤松を切ったとでね、だいぶ吹っ切れましたね。周りに木はいくらでもあるんでね、うちの敷地内に危ない木を置いておくこともないのかなという考えにね、まあようやくというか、至りまして、切りましたね。で、じゃあまた戻りましょうか。で、この奥の、ここら辺もですね、実はうちの木なんですよね。これは、上溝桜ですかね。こういったものを切って、ちょっと細いんですけどね、切って、で、そのうち玉切りしてまた割って干していくという流れですね。で、あと栗の木をいっぱい、もらってきたんですよ。で、どうしよう。まずこの説明ですかね。これ全体像をちょっと見てほしいんですが、今シーズンの薪ストーブでですね、まず一旦分かりやすいように、ここをいっぱい、確かこういっぱいにしたという記憶があるんですけど、どうでしたかね。すべての薪割りを終えてですね、このうちの薪棚をいっぱいにすることができました。今ね、だいたいこんな感じですね。ちょっと裏も回ってみますね。よいしょ。で、まあ、こんな感じでね、結構ぎっちりとね、詰めることができました。はい。で、今シーズンですね、用意できたのが、この薪棚いっぱいの薪なんですけども、例年の感覚だと、この薪の量では足りないんですよね。ただですね、実は今、薪ストーブのね、燃費を良くしたいなということで、少し考えていることがあって。で、なので、目標はですね、まあ、その DIY がうまくいけばなんですけども、この薪棚一杯の薪でなんとか、一シーズンですね、冬を越せたらいいなと、それを目標にね、ちょっと薪ストーブの改造を頑張ってみようかなと思っています。確か僕の記憶は確かなら、ここをまず、薪でいっぱいにして、どのくらい、使うのかなっていうのを、こう一目瞭然でやろうと思ったんですが、やっぱりですね、どんどん干していきたいということもあるので、入れ替えがあってですね、で、実はこのいっぱいにした薪というのは、全部なくなりました。で、全部なくなって、で、今入っているのが、ここ、栗ですね。家の近くで切った栗。で、ここはうちで切った赤松。これも赤松。で、栗と。栗はもうすでにですね、割って干している状態なんですね。1シーズンでどれくらいの薪を使ったのかというとですね、ちょうど、まあここいっぱいにしたんですけど、ちょうどこれを全部使って、でほんの少し足んなかったんですよね。1日2日、3日ぐらいですかね。こういった今年もらってきたばっかりの栗をちょっと焼いたんですが、やはりね、ちょっとシューシューしましたね。なんで、まあギリギリ間に合った、なんて言えばいいんでしょう。ギリギリ間に合わなかったぐらいでしたね。だから、まあ、最低でもここの薪棚をもうクンクンにね、いっぱいにするというのはもう最低でも絶対必要なんだなということが分かりましたね。ただそれもですね、今まで、まあ、10シーズンぐらい使ってるんですが、一番ね、燃費は良かったですね。非常に感覚的な話になるんですが、新しく薪ストーブをちょっと蓄熱層を作ったんですけども、それはね、いい方に働いたのかなと思っています。良かったです。非常にね、燃費は良くなりましたね。薪少し足りないので、これからもまた情報が入れば、また薪集めに行かないとなという感じですかね。うん。ほんとね、毎年毎年自転車操業みたいな感じでね、燃料費0円で運用するというのはね、非常に難しいのですが、まあまあ、なんとかね、今シーズンもなんとかできましたね。良かったなと思います。なんですかね、最初まあ10月ぐらいから、薪ストーブを使い始めたんですけども、で、暖かい時っていうのはね、本当に薪少しでいいんですよ。なんか、燃えるスピードもゆっくりだし、部屋もすぐ温まるし、
で、部屋が温まってくると多分燃えるスピードもゆっくりになるんですよね、多分ね。やっぱり本当に寒い12月の末とか1月とかになってくると、突然ね、すごい量の薪が必要になるんですよね。だから、まあ、最初は余裕かなと思ったんですが、結局ね、この薪棚一杯はもう普通に使っちゃいましたね。というわけで、まあ、これが結果、ちょっとね、分かりづらかったかもしれないんですが、まあ、薪ストーブ、どのくらいね、薪を使ったのかなっていう結果なんですけど、まあ、薪ストーブライフはまあ今後もずっと続くので、また、今年もね、頑張って、集めて、切って、割って、並べて、やっていきたいなと